はい、皆さんこんにちは。ポッドキャスト撮っていきたいと思います。今日は私の一日の流れ、私の一日についてお話できたらなと思うんですけども、自分の一日とかそういうルーティーンを言語化するのって難しくないですか？結構グラフに書いてる人とかいると思うんですけど、何時に起きて何時にご飯食べてとか、私全然一日のルーティーンとかないので、寝る時間も起きる時間もバラバラだし、何にも決めてないので、そういうのをね書いたこともないんですよ。でも昨日 YouTube 見てて、自分の時間の取り方みたいな感じの YouTube を見てて、そういう時間の使い方って結構本とか私も持ってるしよく見るんですけど、そこでよく一旦自分の時間、自分が何してるかを書き出してみましょうみたいな、まず分析しましょうっていつも出るんですけど、全然そんな分析とかしたこともないし、あんまりそういうの好きじゃないんで、自分のやってることをね洗い出すっていうのが。でもね、やっぱりそういうのもね必要だなと思って、じゃあポッドキャストで喋りながらちょっと自分どういう流れなんだろうな、どういう仕事をどれぐらいの時間配分でやってるのかなっていうのを改めて考えてみようかなと思って、せっかくならポッドキャストを活用させていただいております。あとね、この間チャット GPT とも話してたんですけど、今フリーランスだから売り上げとかって全部自分次第なんですけど、そこをもっと伸ばしていくにはどうすればいいかっていう壁打ちをしてたんですけども、やっぱりそこでまずステップ1として自分のタスクを洗い出し、自分じゃなくてもできる仕事を外注する。で、つまり自分の時間を作るっていうことですよね。お金を出して作るっていうこと。そのためにはまず自分のタスクを洗い出さなきゃいけないと。私すでに結構外注はしてるんですけども、それでも時間がないっていうか、時間ある人ってなかなかこの時代いないと思うんですけど、私はもう精一杯自分の趣味の時間は削ったりとか、仕事も多分効率よくやってるつもりではあるんですけどね。でもこれもう分析する前から一つ分かってることは、私はやっぱりスマホをいじる時間はやめられないんですよね。TikTok とか見てないんですけど、仕事でインスタとか X 使う時があるので、あんまりダラダラ見ないようにはしてるけど、多分一日のトータルで考えたら毎日1時間は見てるんじゃないかなと思いますね。そのうちそのインスタで仕事をしてるっていう時もあるんですけど、ちょっと改めて、私の一日について話させてください。まずね、朝は6時から7時の間に起きます。で、朝一仕事をする時もあれば、一回ちょっとざっくり言います。細かく言うんじゃなくて。朝6時から7時の間。6時半に起きます。で、朝ごはん食べたり、洗濯したり、ちょっと仕事したり。だいたい11時、12時ぐらいまで、そんなことをやってます。仕事が、となると何時間だ？ 4 時間ぐらいやってんのかな、その時点で。で、1時間半ぐらい家事はやってますね。で、その後に外出るんですね、1回。絶対に昼に出たくて、夕方だとやっぱり
学生がもう帰る時間だったりとか、もうほんと6時5時になっちゃうと仕事してる人も結構外出てくるんで、やっぱ昼ぐらいが一番人少ない。朝から昼。外出て、散歩します。でもその散歩は目的がない散歩はできないので、30分歩いてカフェ行く。で、持ち帰りでまた30分歩くとか、あとはなんかちょっとスーパー行くとかね。っていうのをやって、それでやっぱなんだかんだ1、2時間はかかっちゃってますよね。その間は仕事はしてないんですよ。ちょっと連絡返したりとかはしてるけど、歩きながら仕事ってできないからね。で、その時にもう買い物も済ませちゃう。やっぱ夕方はね、もう主婦の方がいっぱいいますから、昼のうちに。でも意外と昼もいるんですけどね、やっぱり。主婦だからね。働いてない方たちね、いるから、私もちょっとそこに紛れて、お買い物をして、帰って、また仕事をする。その時点で2時とか、2時、3時ぐらいかな。で、仕事をまた3時間して、夜の6時前ぐらいに夜ご飯の準備をする。で、そっから準備して食べて、もう夜は仕事は2、3時間かな。で、寝る時間は12時になっちゃいますね。だからざっくり6時半に起きて12時に寝る。平均的にはね。ただ、これがやっぱ全然違う時もあって、本当に私、12時まで寝る時もあるんですよ。12時って昼の12時。もうこれぞフリーランス。もう、寝ようと思えば私何時間でも寝れるんで、朝いつもね、無理やり起きてやるけど。12時に寝て、で、夜も遅い時は、でも、1時、2時。やばい、12時間ぐらい寝てる時もある。でそうなると、さっき言った予定はまた全部狂って、まず、朝昼ご飯一緒になる。で、外行く時は行くようにしてるんだけど、さすがに1、2時間も散歩ができないんで、だから仕事する時間が少なくなってるってことか。で、夜ジム行く時もあるし、夜ご飯外食の時も多分ね、週3ぐらいで外食かなっていう、そんな感じ。でも多分あれだ。今私の一日を洗い出しただけなんだけど、もっと細かく何の作業を何時から何時、何時間一日やってるかみたいなのをきっと書き出す必要があるんだ。トータル一日仕事してる時間はどうなるんだ？多分12時間ぐらいは仕事してるよな。一日。仕事しない日はないから、その中の時間配分か。私たまに、だから自分の、YouTube とか SNS の仕事とか、他にもいろいろ広報の仕事をしたりしてるけど、それの稼働時間どれぐらいなんですかとかよく聞かれるんだけど、クライアントさんとか他にもいろんなね、お仕事仲間の人からなんかパッと答えられない。で、なんか多分その稼働時間を聞いて単価を考えてくれてたりとかね、していただいてて、やっぱり作業時間かける時給みたいな感じで計算するのが一番見合うじゃないですか。ね、フリーランスって本当そうしてくれるのが一番ありがたいんじゃないかなと。フリーランス自体もね、なんか金額報酬って
何が適正かって本当フリーランスになってから今だいぶもう分かってきたけど、最初の方は分かんなかったな。これお願いしたいんですけど月いくらですかって言われて、でも、一般的な価格とか、あとは時給で換算したらとか、今はもうね実績とかいろいろやっていろいろ溜まってきたから、これはもういくらってそういう、プランというかそういうのがあったりするからパッと出せるんだけどね、一日を出してその無駄な時間を見つけて、でそこをやらないことを決めるみたいな、昨日見た YouTube ではね。ちなみにフェルミ漫画研究所だっけな、私この YouTube よく見るんだけど、登録者100何十人いて、本の解説をしてくれてるチャンネルで、全部は見てないけど気になる本の時だけ見てるんだけど、そこで先生がいて、本を解説してくれる先生と、もう一人ちょっとポンコツみたいな、男の子がいて、その子が自分の時間がないんですみたいな感じで、その人は会社員だから、分析したところによると、通勤時間が2時間あると。だからその2時間があれば自分の好きなこと、例えばもうゲームとかアニメ見るとかでもいいし、もしくは副業、別の仕事をするとかね、時間ないって言ってる中で、じゃあ一日自分は何に使ってるんだろうっていうのを見て、そこでじゃあこの時間は、削れるよねとか。通勤の場合はもう会社の近くに引っ越すとか、通勤時間中にやるみたいな感じでアドバイスをしてたけど、いや会社の近くに引っ越すってそんな簡単にできないだろうとか思ったんだけど、私も去年まで会社員だったから、本当ね、通勤時間でも私通勤時間が無駄とかもう最悪とか思ったことないけどな。その中でね、音楽聴いたりとか本読んだりとか YouTube 見ながら通勤するのも悪くないけど、でも満員電車は嫌いですよね。私はだから日本語学校で働いた途中からほぼフルの在宅勤務になったから、でその後転職した会社もフルで在宅だったから、広報だったからね、たまに月 2,3 回ぐらい行ってたけど、でもそれぐらい行くのがちょうどいいかなっていう感じで、人によっては出社の方がいいとかいう人も結構いるんだけど、私は一切思わなかったですね。家でできるならもう家でやりたい。通勤時間が無駄っていうよりかは、早起きも苦手だし、電車も苦手だし、そもそも外出ることが好きじゃないし、散歩とかは別にいいんですよ。好きな時間に自分のペースで歩けるから。でも決まった時間にちゃんとお化粧とかして、ちゃんと洋服着て行くのがすごいめんどくさい。未だに。このめんどくささはね、私ずっとこうなんですよね。結構私の妹も似てるタイプなのに、でもそういうとこは私と違って、絶対にお化粧しないと、しかもその朝の準備の時間が妹めっちゃ長くて2時間ぐらい。私出ようと思えば10分ぐらいで出れちゃうから、だからなんで私ってこうなんだろうなって思うんだけど、別にそれ悩んでるわけじゃなくって、ちょっと女として大丈夫かなって思うんだけど、でもちゃんとね、そういう営業行くとか、もちろん会社行くとか、友達と遊ぶ、出かけるって言ったら、もうちゃんとしますよ。洋服も、髪も、メイクもちゃんとします。で、一日のね、時間を可視化して、無駄な時間をっていう話ね。会社員のルーティンは
私もだから在宅の時は本当フリーランスの時と同じ感じで、日中は会社員の仕事をして、で夜副業してみたいな感じだから。でも今より稼働時間は少なかったかな。今の方が仕事量としては多いから、前の会社も忙しかったけど、やっぱ在宅だったから、結構ね、残業ある時は月40時間とかやってたね。会社員の時は日中散歩とかはできなかったけど、でも終わった後に結構ジム行ったり外食したりしてたかな。私の一日の流れ、改めて今こうやって言語化するまでもなくこうだよなって私の頭の中では分かってたんだけど、でさらに何の仕事を何時間してるかってことよね。それも日によるんだよな。レッスンあるときはだってレッスンやるし、レッスンの前にちょっと準備するし、レッスンがない日もあるから、で私レッスン以外は基本ズームは入れなくって、たまに入るときはあるけど、あとはもう全部作業ですよね。私のやっぱりメインの仕事、お給料のメインが SNS の、クライアントさんの SNS をやってるっていうのがあるから、1日5時間ぐらいやってるんじゃないかなって、本当にもうざっくりわからない。本当にわからない。待って、タスクを洗い出し、これね、チャット GPT が言ってたことをね、ちょっとメモったんだけど、私は、自分がやらなくても回る部分を外注化しましょう。ということで、タスクを洗い出し、自分じゃなくてもできる仕事を外注。すでに結構やってるんですよね。YouTube の編集というか下準備っていうのも今外注させてもらってて、私がチェックして音声入れてアップロードするみたいな。細かく言うとでもそのアップロード作業とかもね、ポッドキャストの方は今もう全部お願いしてて、私はもう何もやってなくて、自分がこう喋ってるだけですよね。で、SNS の仕事も結構デザインとか編集をお願いさせてもらってるんだけど、半分半分ぐらいかな。半分は私がやってるな。そこの部分をね、もっと外注するっていうのを目標にやっていかないとね。で、目安としての外注費の比率、個人事業レベルでは、売上の 2,30% を外注に回すと成長が加速するということで、そうよね。だから今、編集者さんはいるんだけど、アシスタント、だから私のスケジュール管理。別に社長でもないし、スケジュール管理してもらうほどのスケジュールもないんだよな。じゃあ何の部分を外注できるんだろう、私は。いや、だいぶ自分がやること減ったけどな、やっぱり。だからこそ、自分のビジネスが拡大できてるっていうのはあるんだけど、空いた時間は空けて、そこで何をやってるかというと、今月から私、レッドノートを始めたので、中国の SNS ですね。それを2日に1回投稿したいなと思ってて。
もう無謀ですよ、無謀。いや、無謀とか言っちゃいけない。やると決めたらやればいいんだけど、でもほんとね、昨日開設したんですよ。もともと茶屋のレッドのアカウントはあったんだけど、あったというか今もあって私運用してるんだけど、昨日私個人のを開設しました。で、これももうやる言って、11月1日に開設しますって言ったのに、ちょっと今日無理だって言って、昨日は、4日か。昨日も別になんか開設する気なかったんだけど、他の仕事あったから。でもちょっと別の経営者の人から連絡来て、なんかレッドのことで、別に私のアカウント開設がどうとかそういうわけじゃないんだけど、全く別の件で来て、で、やっぱ私も自分のアカウントを早く開設して分析とかしたいなと思ってたから、自分個人のね、アカウントはないから、だから昨日 LINE 来た時に、もう開設しなきゃ、私もうこのままじゃ11月で気づいたらまた終わるぞと思って、もう慌てて解説して、でも解説自体は本当5分ぐらいで終わるんだけど、でその5分に取り掛かるのがね、もうやっちゃえばいいんだけどね。で、無事に解説しまして、プロフィールとかアイコンとかも設定しまして、じゃあいつ投稿するかってね、そこがまたきっとこのままじゃずるずるいくと思って、昨日投稿しました。なんと投稿までしました。多分もうせっかくアカウント開設して、いや、レッドはわかんないんだけど、ちょっとインスタで考えると、やっぱり開設してすぐだと、ちょっと投稿が表示されやすいらしい。実際結構そうなので、レッドは全然違うかもしれないんだけど、やっぱちょっともう投稿をする癖をつけないと、解説するだけで終わると思って、せっかくコンサルしてくれてる人もいてくれてるから、もうだから昨日投稿しましたよ、中国語で。ちょっとリールも過去インスタで投稿してたやつに中国語の字幕を入れて、また投稿していくのと、あとはちょっとレッド用にショート動画も撮ろうかなと思ってるんだけど、もう多分この悩みではないんだけど、この考え持ってるのは私だけだと思うんだけど、情報発信者として本当に私って今もそうなんだけど、これ例えるならなんだろうな、スイッチガールって漫画知らないか、みんな。結構前か。つまりあれです。スイッチが入ってない見た目してるんですよ。でも私これでライブ配信やってたからな。すごい。ほんとすごい。もうだから、何か撮影するときはもう、その日に全部撮影したいんですよね。YouTube も。例えばインスタとか。でその日を決めて、もうちゃんとお化粧して、かつ、別の予定もできれば入れたい。そうなの。予定をまとめて入れたいタイプなので、でも出かける予定をがっつり詰めるのはもうやめたんです。結構昔はそうだったかも。20代の時とか、例えば土日休みの時にもう土曜日に全部がっつり予定入れて、日曜日は何もしないみたいな。っていうのでやっていくのがちょうどよかったんだけど、今はもうフリーランスで全部自由なんで、何日にがっつり予定入れるっていうのもなく、ゆるーくね、予定を入れて、そもそも予定自体は入れないんだけど、だから、そのレッドの撮影、いやだってもう、さすがにレッド一発目顔出しの動画で、もうすっぴんでもうボサボサで変な服で登場はできないんで、結構レッド見てるとね、やっぱり綺麗で可愛い子が出てくる。だからやっぱそういうね、やっぱそうだよなと思って、ちゃんと撮ろうと思いました。でも私加工はしたくないんですね。加工してるじゃんと思うかもしれないけど、肌加工はするかな。肌は加工しなくてもいいんだけど、クマがね、やっぱり昔からクマあるんですよ、私。
肌はファンデーションとか塗ったことないんだけど、私なんかファンデーションの塗り方がわかんない。っていうか下手。なんか何回やっても変になっちゃうからもう塗るのやめて、日焼け止めしか塗ってない。でも目の下だけコンシーラーは塗ってます。クマがあるから。このクマいつか手術して取りたいんだけど、どこで取ろうかなと、いつ取ろうかなとずっと思って。そこまでめちゃくちゃひどい悩んでるわけでもないけど、やっぱりクマあるとね、老けて見えちゃうし。だから加工するときは肌加工ぐらいかな。目大きくとかはしないかな。YouTube とかもね、基本そのまんまなんだけど。カラコンとかも入れてないし。でも、レッド見てると、結構めちゃくちゃ加工してる女性とか出てくるから。加工する方が変なんだよな、私。多分あんま加工の顔に慣れてないっていうのもあって。それはそれでね、いいんだけどね。私ライブ配信してた時も、最初はノーマルカメラだったから、で途中で補正機能がつき始めて、ちょっと使ってたんだけど、楽だったわ。でもなんかすっぴんに補正加工すると変になる気がする。多少は加工した方がめちゃくちゃ安心なんだけど。でもなんかそのままでいいと思うんだ。もう30歳、40歳になって。素のままが一番綺麗だと思う。で、私は SNS で結構40歳の人とか50歳の人とか見てて、すごい綺麗だし、多少加工してるのはわかるけど、加工してない動画とかも出てくるときに、すごい綺麗だなぁと思って、綺麗だし可愛い。なんかすごい化粧してるとかじゃなくて、素のままで生きてて、好きなことしてて、素敵だなぁと思って。やっぱ顔が違う。なんか、好きに生きてる人って。もう、自分がどう見られてるかとか、そういうのも気にしないような人。でもやっぱ見た目はもう、40歳とか、そういうのはわかるけど、でも本当に綺麗だなと思って、そういう人になりたいなと思いながら。話は変わっちゃいましたけど、私のポッドキャストはこんな感じなんで、基本フリートークで好きなことをベラベラ話していくスタイルなので、なんかもうポッドキャストってこういうもんなんだけどね。っていうより、ただ私が好きにアウトプットしてるだけの音声 SNS みたいな感じになっちゃってますが、今日言いたかったのは、私の一日の流れを改めて言語化したいなと思って言ってみました。自分の思った通りの一日、特に新たな発見はなかったけど、そうだよね。レッドを2日に1回更新していくんであれば、ちゃんとその時間を取らなきゃいけなくて、もうそうなると私、寝る時間削るか、ご飯食べながら仕事するかとかやればいいじゃんと思っちゃうんだよな。結局空き時間、SNS 見てる時間を減らせばいいんだけど、もう無理だね、あれは。開いたらだって興味あるの出てきちゃうんだもん。机に置いとくのが良くないんだけど、やっぱりスマホ使う仕事だからね。もう無理に勝たなくていい SNS の誘惑に。というか人間は勝てないらしい、さすがに。だからそこは諦めましょう。もう勝てたら SNS の仕事とかないしな。SNS はそういうものですからね。今日も結構喋ったな。ポッドキャスト更新して、ポッドキャストはじゃあ3日に1回、本当は2日に1回したかったんだけど、
レッドノートを2日に1回やる、ポッドキャスト3日に1回やる、YouTube を2日、いや3日に1、2回。だってもう JLP だもん。JLPT だもん、来月。やばい、なんか30分以上話してるからちょっと回んなくなってきた。みんなも頑張ってるから私も頑張ろうと思ってコメントで、これもう何回も言うけど、やっぱコメントでわざわざお礼を言ってくれる、本当に嬉しい。多分私コメント一つ一つを他の人よりめちゃくちゃ噛み締めてるはず。しかもやっぱ覚えてる。この人毎回ね、こういうコメントくれるなとか、この人は家事しながら見てくれてる人だよねとか、この人来月受けるよねとか、次 N2 だねとか覚えてる。でも顔はわからないけど、アイコンとか、あとコメントの雰囲気とかでわかる。すごい嬉しい。みんな頑張ってるんだなと思って。から私も頑張ろうと思ってます。結構ね、いろいろ考えて動画出してるんですよ。適当に出してるわけではなくて、私なりにみんなが効率的に勉強ができて、ちゃんと合格をサポートできるようにやってますが、でもあれを見るだけで合格できるかと言ったらそうじゃないんだけど、でも見ないよりかはいいと思う。みんな今忙しいからね、そんな教科書をさ、一冊買ってもう徹底的にやってとか、学生だったらできるかもしれないけど、働きながらやってるってほんとすごいですよね。なので私も頑張りたいなと思います。はい、じゃあ今日はそろそろ終わりにしようと思います。ありがとうございました。